こんにちは。さきと日本語のさきです。今日は私にとっては4年ぶり、子供たちにとっては初めての日本での様子を日本滞在期前編ということでお届けしたいと思います。日本に行ったのは去年の4月から6月末までなので、少し昔の動画になりますが、楽しんでいただけると嬉しいです。日本にはメンフィスからデンバーを経由していきました。日本の成田空港に着いてからは Airbnb を使って成田にある一軒家に一泊させてもらいました。お家はとても広々としていて、なんと露天風呂までついていました。ここで突然ですが質問です。この文のまではどういう意味でしょう？次の日、また成田空港に戻って、そこから高松空港に飛びました。高松空港は私の実家のある香川県にあって、私の母と妹が空港まで迎えに来てくれていました。子供たちはほとんど毎日、私の母と妹とビデオ電話はしていたのですが、会うのは初めてでした。ドキドキの初対面です。こんにちは。トミさん、こんにちは。どうも。アリちゃん。かわいい。あー。かわいい。アリちゃん。空港から車を走らせて1時間。やっと最終目的地、私の実家に着きました。私の父もようやく孫たちに初めて会うことができました。私たちもですが、子供たちもかなり疲れ切っていて、実家に着いた時は疲れから泣いていたのですが、両親が用意してくれていたおもちゃを見たら、泣き止んで夢中になって遊んでいました。アメリカに住んで約8年。アメリカに行った時は、毎年日本に帰りたいなぁなんて思っていましたが、予想していなかったコロナもあり、本当に久々の帰国となりました。その間に家族も2人増え、こうして自分が生まれ育った場所に夫とそして2人の子供と無事に来ることができて、家族とも再会できて本当に幸せな瞬間でした。実家に着いたのもつかの間、夫がアメリカでの仕事があり2週間しか滞在できないので、夫のいる間にたくさんの場所に行きました。アンパンマン。
日本にはゴールデンウィークという大型連休があるのですが、その時にちょうど日本に帰っていたので、いとこや親戚にも会うことができました。特に会えない間に入院もしていて、体調を心配していたおばあちゃんとまた再会できて、ひ孫もやっと見せることができて、本当に良かったです。これは今回の日本行きの一番の目的でした。そして私の青春が詰まった海。今回の滞在中、何度も足を運びました。学生時代、そして社会人になってからも頻繁に来ていたこの海。ここに来るたびに自分の悩みがちっぽけに思えて、心が癒されたことを覚えています。皆さんにもそんな場所がありますか？さて、日本滞在記前編は今日はここまでです。次回は夫がアメリカに帰った後の日本滞在記後編をお届けします。どうぞお楽しみに。バイバイ。